こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017の制作の続きです。フレームの塗装の続きをしていきます。ちょっと前に赤の部分だけ塗ってあったので、その部分をマスキングしていきます。フレームはこの後、黒とスターブライトジェラルミンで塗り分けていくことになります。まずは黒を塗っていきます。これは最終的に黒で仕上げる部分を塗っているというよりも、スターブライトジェラルミンで塗るための下地として塗っています。赤の部分を残したままスターブライトジェラルミンを塗ると、赤が透けて見えてしまうことがあるからです。厚塗りすれば目立たなくすることは可能ですが、一旦黒を塗ってしまった方が結果的に塗膜を厚くせずに済むようになります。フレームを黒で塗装するついでに、同じ色で他の細々としたパーツもついでに塗っていきます。フレームの他の部分やサスアームなど光沢の黒で仕上げるパーツを同時に塗っていきます。同じ色はなるべく同時に塗るようにすると、わずかながら手間とコストが省けることがあります。再びフレームの塗装に戻ります。下地の黒がある程度乾いたら、スターブライトジェラルミンを塗っていきます。メタリック系を塗るときはエア圧を弱めにして、希釈は薄めにして薄く塗るようにすると、綺麗な金属光沢が得られることが多いようです。塗る量が薄いと下地が透けることがありますが、そのために黒下地があるということでもあると思います。スターブライトジェラルミンがある程度乾いたらマスキングしていきます。ある程度というのはだいたい1時間以上という感じです。スターブライトジェラルミンで塗ったところを残す部分をマスキングしていきます。メタリック系の色で塗った上にマスキングしていくのはあまりいい方法ではないのですが、マスキングのしやすさから考えてジュラルミンを先に塗ってマスキングしています。メタリック系の塗膜の上にマスキングテープを貼ると、メタリックの粒子をテープに少しだけ持っていかれてしまいます。これはテープを剥がした時にのり面を見るとわかります。厳密には少しメタリック度が落ちてしまうことになる上に、テープの跡が色ムラとなって残ることがあります。ですが今回はそれが気になるような場所でもないので、マスキングのしやすさを優先しています。というわけで黒を塗っていきます。黒はセミグロスブラックを使っています。説明書では光沢の黒で塗ることになっていますが、実写の写真などを見る限りではそれほど光沢があるわけでもなさそうだったので、半光沢のセミグロスブラックにしました。ところでロールケージはご覧のようにある程度まで組み立てた状態で塗っています。これは塗装した後だと接着するのが難しくなると思ったためです。ただでさえ接着面積が狭いところへ塗膜を挟んで接着となると、なかなかくっつかないと思います。なので部分的ではありますが、塗装する前の一番最初の段階で接着しています。塗装が乾いたらマスクを剥がしていきます。ある程度乾いていれば乾かす時間にはそれほどこだわる必要はないと思いますが、一応1時間以上放置しています。半乾きのところを触ったりして下手に指紋が残ったりしてもつまらないからです。一部マスク漏れがあったようなので修正していきます。綿棒にエナメル溶剤をつけてこすって落とします。綿棒の色を見てもわかるように、あまりこすりすぎると赤の部分も落ちてしまうので注意します。一方ボディにクリアを塗っていきます。ボディはストライプも塗り終えて大まかな塗装は大体終わっていることになりますが、次にデカールを貼っていく前に一度クリアを塗っておくことにします。これはやはりここまで塗装したところを一旦コートして万が一備えるためです。デカール貼りに失敗した時に、たとえそれをペーパー分けしたりしてもクリア層があるので塗り分けた層のダメージを防げます。そういったことが起こらないようにすることが第一ですが、保険をかけておくのも大事です。といってもオートクリアは乾燥後に塗膜が薄く仕上がるようになっているので、保険としてどこまで通用するかは未知数です。とはいえ何らかの塗膜があることに変わりはないので、塗っておくことに越したことはないでしょう。フレームの塗装が一段落したので、
実際にシャシーに組み込んでみて仮組みをしてみることにします。車体を前後に貫くフレームはロールケージの一部と一体になっています。これはよほどの成形精度がないと無修正でロールケージを組んでいくのはなかなか難しいはずです。パーツの形が長ければ長いほど反ったりすることが多くなるからです。おそらく一筋縄ではいかないだろうと思ったので、この辺りの段階で合い具合を確認しておきます。やはり上のところが合わないようです。ボディも仮にかぶせてみて、内部でつっかえてボディが浮いたりしないか確認しておきます。今のところそれは問題ないようです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。